皆さんこんにちは。安見幸太郎です。まだ僕のことを知らない方がいると思います。そのため少しだけ自己紹介したいと思います。僕こう見えて日本代表なんです。ということで今日は、僕が考えている二塁手について説明していきたいと思います。では今日は1つ目に二塁手の捕球姿勢、2つ目に、二塁手の意識、そして3つ目に練習方法、そして4つ目に今日はずっと秘密にしていた安見流のポジショニング理論について説明したいと思いますので最後まで見てください。では僕が考えるゴロ捕球の姿勢について説明します。まずここに1本線を描いてもらいます。右足のつま先を線の上、そして左足のかかとを線の上に乗せます。で肩幅より広く足を開きます。守備は低くっていう意識があるんで僕は大きく開いてしっかり股を割ります。でその時にお尻が上がらないようにしっかり股を割って腰を落とします。でグローブをそのまま出します。で胸を張って重心が前でも後ろでもいかないようにしっかり真ん中に乗せます。で捕球姿勢はこの姿勢なんですけど実際に取る時にはこういうイメージなんで実際に取るときはついてかかとで入っていくっていうイメージで取るとすごく取りやすいです。次に2つ目、二塁手の意識についてです。僕が考える、二塁手はセカンドベース、ファーストベースあって結構深めに守ります。深めに守って意識は全部前に行くっていうイメージで守ってます。それでこういうファーストセカンドがあって今こういう状態なんですけどバッターはこっちにいるので体はこういう感じで守ってます。で手横に広げたら分かるんですけどこっち側に来る打球はこういくイメージ、こっち側の打球はこういくイメージで守ってます。そうすることによって基本的にピッチャーの後ろのあたりはやっぱセカンドから一塁投げるのにすごい逆なんでどうしてもセーフになる確率が高いんで前に前にっていう意識で守ってます。逆にこっち側は近いんで間に合うっていう意識で広く守ってます。どっち意識して守ったらいいのってあると思うんですけど僕は7対3で守ってます。だいたいピッチャーのフィールディングとかも考えて守ってあげることが大事なんですけど、うちのチームは松田さんがピッチャーなんで、すごくフィールディングが上手です。なので、セカンド方向の打球を結構通るっていうことが多いのでこっちに意識を7、こっちに3置いて守ってます。では実践していきたいと思います。まず、セカンドベース際の弱いゴロの処理についてやっていきたいと思います。お願いします。前のゴロは基本的にもう突っ込んでランニングスローっていう意識で全部いってます。なんでかっていうとこっちの打球は体も逆こっちに行きながらこっちに送球なんで、難しいんでもうとにかく前に出て、速い送球を意識してやらないとセーフになってしまうのでとりあえず前に出る、そういう意識でやってます。次に
二遊間の強い打球の処理です。お願いします。弱くない強いゴロの時とかは正面入ると思うんで、そういう時はしっかり入る。でここも強い送球が必要なので、僕はしっかりステップして投げることをお勧めします。意識としてはこっち側の打球ってどうしてもグローブがこうなってしまうので、ボールがこっちに弾きやすいんで、左肘をおへそに持ってくるイメージするとしっかり面がグローブ向くんで、そこで入れてあげるっていう、取りに行くっていうよりかは線に入ったところにボールが入るっていうイメージで取ってます。次に一二塁間のゴロについてです。一二塁間のゴロの前のボテボテのゴロはファーストも出てくる可能性があるので、しっかり掛け声をします。一発目に OK っていう声が大事なので、しっかり声が出るように普段の練習からやっておきましょう。でボテゴロの場合は距離が近いので、できるだけ素早く分かりやすいトスっていうのを意識してやっています。お願いします。次に一二塁間の深いゴロ、僕的にこれ結構セカンドの見せ場だと思うんですけど、取ってこのまま投げるもいいんですけど、どうしても左肩が開きっぱなしで投げてしまうと送球がそれるっていう可能性が大きいので、もうギリギリのプレーは取って回転して投げるっていうのも練習しておきましょう。お願いします。今のように正面で追いつく打球はしっかり正面で入って、開きながらですけどしっかり肩を向けることが大事なので、相手に肩をしっかり向けましょう。次に回転バージョンいきます。お願いします。回転バージョンは結構本当に際のプレー、ギリギリ追いつくような打球の時にあると思うんで、普段の練習からしっかり取って、ノールックで投げてるのと一緒なんで、ファーストの位置、距離感っていうのをたくさんノックを受けて練習して覚えていきましょう。コツとしてはしっかりこれも肩を向ける。開いたままだと暴投が多くなるので、左肩を向けるようにしましょう。3つ目に、練習方法紹介します。僕がやっている練習方法は、本当基礎練を大事にしてやってます。正面からゴロを投げてもらって投げる形を取るんですけど、その時に、リズム感覚っていうのも大事ですし、グローブを下につけることで下から上の動きができるんですけど、上から下に行ってしまうとやっぱエラーの確率も増えるんで、下から上っていうのを意識するんですけど、これを意識しすぎるとこういう動きになってしまうので、できるだけ足を動かして最後にポンポンって出すっていう練習をしています。ではちょっとやってみます。お願いします。ノックじゃなくて前から転がしてもらう練習でもいいので、基礎の形をしっかり覚えましょう。次に、板グローブで冬にたくさんノックを受けました。このグローブのいいとこなんですけど、しっかり手で両手取らないと取れないのと、面が向いてないとボールがいってしまうので、しっかり面を向けるっていうこと、そしてボールを取りに行くときにこういう取り方だとボールと板が喧嘩してしまって取れないので、吸収する卵を取るイメージで優しく取ってあげることをイメージすると取れます。でこれで練習していると
グローブを使った時にこうやって取りに行くっていう癖がなくなるのでいなせると思います。では実際にやっていきたいと思います。しっかりボールを取っていくんではなく、引きながら取っておへそに持っていくっていうイメージで取ると綺麗に守備ができると思います。最後に守備のポイントなんですけど、よく低くって言われると思うんですけど、それって走ってって取る時に低くってなってしまうと思うんですけど、それだと目線の上下が激しいのでエラーが多くなってしまいます。しっかり低く入ってそのまま行くことで目線のブレが少なくなるんでミスも減ります。でそれをするのにボールの下を自分が見てるイメージで入るとすごくバウンドが合わしやすいので、皆さんぜひやってみてください。それでは皆さんお待たせしました。休み流マル秘ポジショニング理論について今日は発表したいと思います。これ本当に喋ったことないんですけど、チームでもよくポジショニングいいなとか結構言われたりして、僕自身、守備範囲を広くするのに一歩目とかスタートとか大事だと思うんですけど、その前にできること、やっぱ少しでもその打球の来る方向を読んでちょっと移動していくっていうのが大事だと思うんですよ。でポイントがあります。休みポイント、左バッターのインコースは1、2塁間に結構寄るべしということで、僕もともと7対3で守ってるって言ったんですけど、こっちに、投げる前から動いてしまったらバッターコース読めちゃうんで、ピッチャーが投げるこの辺の時に下がりながら守ってます。下がりながらこういくイメージで守ってます。でインコースって、ソフトボール距離も近いし球も速いんで、大体のバッターが速い球にボールを合わせてるんですよ。でチェンジアップだったりちょっと抜けた球っていう時に引っ掛ける確率が多いです。自チームのピッチャーにもよりますけど、ピッチャーのフィールディングがいい時はこっちは捨ててもいいかなって僕は思ってます。取れてもヒットになってしまうことが多いと思うんで、こっちの打球をしっかりアウトでできたらセカンドの見せ場だなって思います。右バッターの左肩が結構入ってるバッターは流し打ち多いです。あくまで僕の理論です。で左バッターも右肩が入ってるバッターっていうのは逆方向が多いんで、どっちかって言ったら二遊間を意識して守ってます。でも開くのが早かったり素振りしてる時とか、その前の空振りだったりファールボールだったりっていうのを見て、ポイント前で打ってるなっていうバッターがいたら結構寄っちゃって大丈夫だと思います。失敗してもいいです。最初はそこから感覚を見つけていってください。一番最初にできる練習方法はチームのフリーバッティングで一球一球動くことです。インコースに行ってる時にやや寄ってみて、来た、そういう準備が大事なので練習から意識してやってみましょう。以上です。皆さんいかがだったでしょうか。今回の二塁手編、最後に紹介した休み流ポジショニング理論は本邦初公開ですし、本当に、誰にも言ってなかったことなんで、よかったら皆さんぜひ試してみてください。これからも、たくさんコメントしてくれたりリクエストしてくれたら、もっともっと多くのことを発信できると思うんで、たくさんコメントお願いします。そして、この動画を見てよかったと思っていただけたら高評価とチャンネル登録ぜひぜひぜひよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。
ひらきんソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!